おはようございます。学校鉄です。出品ということで、本日は8月6日、ねぶた祭り、お疲れ様でございました。竹野目博夫先生、これは去年の2023年ねぶた祭賞小津天の青森県産のトウモロコシのクリームパンをホテルでいただいて、めちゃめちゃ美味しいです、これ。はい。そのことはどうでもいいとして、今日もね、また出発、新たな旅に出ようと思います。今日乗るのは、リゾート白神、また秋田に戻ります。18切符で乗れる超快適車両なんですけど、運よくこの東北の夏祭り期間に取れたので、そちらに乗車したいと思います。はい。で、時間があるのでチェックアウトしてから、ちょっとね、昨日お世話になった団体猟友会の小屋に挨拶しに行ったりして、出発したいと思います。よろしくお願いします。急いでメイクしないと、あと何十分かで出ないといけない。面白い。じゃあ行きましょう。今日はちょっとささっと小屋挨拶に行っていろいろ駅周辺を見て回って出発です。小屋の挨拶が終わりまして、今年もたくさんお土産いただいてしまいました。ありがとうございました、猟友会の皆さん。ということで本日私は青森を出発して秋田へリゾート白神、イエーイ、五能線の旅、まるまる5時間長い道中になりますが行きたいと思います。なんと青春18切符で乗れるんですね。別で快速のその指定席券を買えばなんですけれども、ただ乗車券は18切符利用できるってことで、ちょうど期間中なのでね、運よくこのお祭り期間中に取れましたので、それでリゾート白神の旅行きたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと食料なんかを買いつつ行きましょうかね。ねぶたの期間中、ワラッセの前にたくさんこういう路面店が出てるんですけど、伊賀メンチ大好きなんですよ。青森名物の伊賀メンチ買ってきたいな。伊賀メンチのピリ辛七味1つ。組み合わせ10だけどこれだけ6個でいい？あ、本当に？そしたら4個と2個で大丈夫ですか？はい。はい。100円玉とかあります？なければいいですけど。ついてたよ。ごめんなさい。よかった。書いて助かるんです。本当に？よかったよかった。100円玉ね、不足してたんで、本当に？お返ししたいなと思ったんで、いや、気がつきますね。いや、ありがとうございます。嬉しいです。言っていただけるとすごい嬉しいですね。皆さんこんにちは、かこてつです。こちらの青森ソウルフード伊賀メンチ6個で600円だったんですね。なので1000円と100円を出して、500円玉でお釣りもらおう的な考えで、100円をポンって出したんですけれども、そしたら販売されているお姉様が、いや100円なかったんですよ、本当に100円足りなくって気が利きますね、ありがとうございますってすごいもうオーバーリアクションでね、感謝してくださったんです。ありがたいな、100円でこんな幸せな気持ちになれるんだと、思いました。そしてそれと同時に売店のお姉様が本当にキャバ嬢に見えてしまったというか、商売上手だなって、あんなこと言われたらもう幸せな気持ちじゃないですか。こっちだって別に余分にお金出してるとかじゃないのにさ、100円1枚でね、あんな風に喜んでいただけたら、こういうやっぱりオーバーリアクションで、喜んでいく、見習わなければなと思いつつ、ねぶた小屋でもらったチオビタドリンク、こちらも書き込んでいきましょう。はい、今日も朝からリゾート白神5時間ありますからね、元気を出すべく伊賀メンチにチオビタで、精をつけていく、よろしくお願いいたします。私ね大好きなんですよ。チオビタじゃなくて伊賀メンチね、チオビタも好きですけど、伊賀メンチすごい好きなんです。食べたことないよって方はぜひ青森行かれたら召し上がってください。地元の味がします。要はこのイカのすり身をこう、入れたメンチカツみたいな感じなんですけれども、独特なこの歯ごたえとかまぼことまた違った風味、これがすごく美味しいんですよね。食べ応え抜群です。テントの外では津軽三味線の演奏が始まりました。結構有名な奏者の方で、世界大会日本大会連覇されてる方だったような気がします。ごめんなさい、お名前忘れてしまいました。ご存知の方コメントで教えてください。毎年ね、ねぶた期間になるとこのワラッセの前の広場でこういった演奏会があります。ワラッセというのはねぶたを1年間展示している施設のことなんですが、ねぶた祭り始まる前もね、たくさんのイベントがあるので時間を持て余すことなく楽しめます。
ンチ美味しかった。結構辛かったですけど。ということで駅向かいます。青森駅もこんなに新しくなっちゃってね、最後来たのが2年前なんですけど、2年前の時はずっと工事中でどんな形になるのかと思ってたけど、こんな近代的な感じになっちゃったんですね。旧駅舎も味があってよかったですけどね。ただひらがなで青森駅って書いてあるのは風情あるなと思ってたんですけど、この新しい駅舎でも残してくれて嬉しいです。ということで、過去鉄としては初めてじゃないですか、18切符もしかして動画の中で使うの。いや、ついに18切符私が使う時も来たんですね。ということで、18切符とこちら青森から秋田までリゾート白神指定席券、これ840円で乗れちゃうんでね。で18切符も使えるってことでめちゃめちゃお得です。この2つで秋田まで今度は戻る形になるんですね。はい、あなたをお連れしようと思います。よろしくお願いします。楽しみだね。ここにも北村隆先生と竹波博夫先生、6代目ねぶた名人と7代目ねぶた名人ですが、昨日実際に会ってね、ご挨拶することができました。めちゃめちゃ嬉しかった。朝子さんですね。北村朝子さん、北村隆さんの娘さんで、今年のねぶた大賞、2020年ねぶた大賞おめでとうございます。女性初のねぶた師さんです。これ上が北村俊一さんかな、多分これいとこなんですよね、確か。北村麻子さんのお父さんが北村隆さんで、北村隆さんの双子の弟北村黎明さんの息子さんが北村俊一さんかな、ね、一族でやられる方も多いですが、ただそんな北村隆さんに感銘を受けて弟子入りしたのが女性2人目のねぶた師さん、塚本理香さんです。クジラとか海をテーマにしていて、後ろの送りねぶたに人魚が描かれていて素敵だなと思いました。結構パッと目を引きましたね。18切符1人です。リゾート白神で行く五能線の旅、初めてなんでね、めちゃくちゃ楽しみです。日本海側がきっと綺麗に見えることでしょう。おー、止まってる。よろしくお願いします。リゾート白神ブナ号です。おー、素晴らしい。出発前に車内探索。3号車の後ろ側には秋田杉や青森ヒバなど沿線の木材をふんだんに使ったこんなに綺麗なカウンターがありました。この青森のねぶた金魚も可愛らしい。ここはオラホカウンターといって、以前はねお土産物など販売していたそうなんですが、現在はセルフレジとなっております。乗車したのはブナ編成。リゾート白神には3車両あるんですけれども、こちらのブナが2016年にデビューした一番新しい車両です。使用されているのは JR 東日本が開発した観光列車用の次世代型ハイブリッド気動車 HBE300 系気動車です。ディーゼルエンジンとリチウム蓄電池を組み合わせ、駆動力に電気モーターを使用します。難しいことはね置いておきましょう。とにかく乗り心地がスムーズになりました。青森駅を出発。ここから5時間と9分かけて秋田へあなたをお連れいたします。奥羽本線と五能線経由で向かうわけなんですけれども、
乗車運賃は4510円です。しかしリゾート白神18切符使えるんですね。そうすると2410円なので、なんと2100円もお得に乗れることができる。観光列車に18切符使えるって最高ですよね。ちょっと袖がくるくるなってますね。私ここまで猟友会の T シャツを着てきたんですけれども、急いでね列車の中でこうみんなに見えないように椅子に隠れて一生懸命着替えたので、衣服が変な感じになっちゃいましたが、またね見えないように頑張って着替え直しました。これ女性の方だったらあるあるだと思うんですけれども、プールの授業あったじゃないですか、小学生とかでね。あの時に見えないようにバスタオルをこうかぶりながら一生懸命 T シャツ脱いで水着着るみたいなありましたよね。それを思い出します。ということで、あっという間に新青森駅を出発。青森から新青森までは指定席券なくても乗車できるみたいです。素敵なチャイム。トイレも広々です。素敵。ちゃんとゆるゆるちゃんと全身鏡もあります。猟友会のシャツから着替えました。 YouTuber モード、尿意系も本領を出していきたいと思います。デッキ部分にはこれからリゾート白神号が停車する駅名がずらっと描かれています。洒落たデザインじゃないですか。そして車内デザインは淡いグリーンで統一されています。薄い木の形が見えると思うんですけれども、こちらはブナ林をイメージしているみたいです。この列車の名前もブナですからね。これから走る五能線沿線には白神山地があります。1993年日本で最初にユネスコ世界遺産に登録されました。その山地の中には世界最大級のブナの原生林が広がっているそうです。列車は間もなく弘前駅、車窓右手に見えるのは岩木山。ちょっと今日も恥ずかしがり屋さんで全貌をはっきり確認することはできなかったのですが、そのシルエットだけでもご利益がありそうです。全面展望を楽しめる4号車の先頭デッキへ行ってみましょう。ここにも運転台の後ろに木のモチーフがあると思うんですけれども、ブナの林をイメージしているそうです。そして日にちによってはここでイベントが行われるんですね。人形劇だったり津軽弁の語り部、また津軽三味線なんか生演奏も楽しめます。乗車記念のスタンプもありますし、長い5時間以上の乗車も苦になりません。これぞ観光列車。そしてこちらも時期によってはふれあい販売といって、列車内で沿線の美味しいものを買えたりします。ホームページから販売日確認できるので、ぜひこれチェックして乗ってみてください。弘前に停車、次は川辺です。ここから先列車少し変わった動き方をします。五能線の起点は川辺駅なので、川辺からそのまま入ってしまえばスムーズなんですが、弘前は青森で2つ目に大きな都市なので、一応リゾート白神号は停車するんですね。そうして弘前から川辺まで少しの間逆向きに列車を進んで五能線に入っていくという形です。後ろ向きで進むのも新鮮でいいですよね。面白いです。お子様は喜びそう。ここで車窓にずっと見えているこちらなんだか分かりますか？そう、青森といえばリンゴ。これこの先ね、板柳駅までずっとリンゴ畑が広がっています。
沿線にはリンゴ農園が立ち並んでおりまして、よーく見ると丸々と太ったまだ青い実がねついているのを確認できました。そしてその奥、なんかリンゴセンターかなと思ったら、青森競輪場藤崎場外車検売場、なんだか色合いがねすごく果物青果センターみたいな感じで溶け込んでいたので、ズームしたら競輪場でびっくりしちゃいました。こののどかなリンゴ畑にポッと現れたすごく人間味のある建物、いいですね。お父さんたち今日もはかどってますかね。板柳駅に到着。五能線の駅なんですけれども、ホームの看板に分かりやすくイラストで地域の特色だったり観光案内が描かれています。そして空中写真に現在地が記されているので、自分が今どこを走っているのかというのも分かりやすくてありがたかったです。イラストには真っ赤な列車と岩木山、そしてリンゴ、やっぱりね青森の中でもリンゴの生産が有名な場所なんですね。陸奥鶴田駅に到着。大きな看板には津軽富士見湖鶴の舞橋と書かれています。この付近に大きな貯水池がありまして、そこにかかる日本で一番長い木造の橋から津軽富士でおなじみの岩木山をきれいに見ることができるそうです。ホーム越しに見る青森県の住宅、やっぱり玄関まで数段上がっているんだな。そしてお家に入るまでに1個ガラス戸があって、その先にドアがある形なんだなと改めて見ていて思いました。もう冬はめちゃくちゃ雪が降る場所ですからね、少しお家の下駄を履いておかないとすぐ雪に埋もれてお家に入るのも大変になってしまいます。二重扉も防寒の対策から必須なんでしょうね。列車まもなく五所川原駅に到着。ホームの向かい側にはリゾート白神の熊ゲラ編成が止まっておりました。大きな窓が特徴的な車両です。3編成あるリゾート白神車両の中では一番古く、国鉄のキハ48型機動車を改造して2006年にデビューしました。そして五所川原駅の看板にはやっぱりこれでしょう。五所川原立ちねぶた。下の説明は日本語の他に英語、韓国語、中国語と、あと一つなんだろう、わからないけれども4カ国語に翻訳されて書かれています。もうリゾート白神はね、世界に誇る日本の観光列車でしょう。ちなみにクマゲラというのは野鳥のキツツキの仲間のことで、東北に多く生息しているらしいです。私クマとゲラがあるからクマとカエルなのかなってちょっと一番最初思ってたんですけれどもね。で、今日8月4日から8日まで立ちねぶた開催日です。ここで下車される海外のお客さんもたくさんいらっしゃいました。五所川原はローカル線津軽鉄道の起点でもあります。津軽鉄道は季節ごとに工夫を凝らした列車を走らせておりまして、夏場は風鈴列車、もう少し季節が進むと鈴虫列車、そして冬場には一番有名なんじゃないですかね、ストーブ列車があります。雪深い寒い季節にぬくぬくとストーブの上で当たり目を焼く、そして日本酒をクーッといただく、そんな経験もしてみたいものです。
造駅に到着、駅舎にはようこそ縄文の里木造へと書かれた文字、その下には得体の知れない物体があるんですけれども、こちら縄文時代の土偶です。こんな駅ホームに土偶がドドーンといたらビビっちゃいますけど、本当はね、駅の正面から見ていただきたいんですよ。かなりパンチがあります。こんな面構えなんですけれども、かつてはこの土偶の目から赤いビームが出ていて、いらっしゃいビームって言われてたらしいんですけれども、近所の小学生とかが怖すぎるっていう苦情が入ってビームやめたらしいです。これトラウマもんですよね。なんでこの駅の作りになっているのかというと、この付近に亀ヶ丘遺跡という明治時代に発掘された遺跡がありまして、その PR の一環だそうです。青森で遺跡って聞くと三内丸山遺跡がめちゃくちゃ有名なんですが、あちらが発掘されたのって実は90年代に入ってから超最近のことなんですよね。それでもかなりの大規模の遺跡が発掘されたっていうことで、野球場を作ろうとしたら出てきたんですけれども、そんな近年まであんな巨大な遺跡が知らないまま放置されていたなんてびっくりです。この縄文遺跡群は北海道と北東北にあるものまとめて2021年に世界文化遺産に登録されています。日本海が見えてきました。鰺ヶ沢の海岸すれすれに大きな綺麗な建物、ホテルかなと思ったんですけれども、こちら町の図書館とか公共施設らしいですね。素敵。そして鰺ヶ沢と聞いてピンと来る方いらっしゃるんじゃないですか。そう、名物駅長わさお、秋田犬の真っ白のふわふわの大きなワンちゃんなんですけれども、2010年代にネットで話題になって、もうそこがね、一種の観光名所というか観光名犬となっていろんな方が押し寄せた駅です。2020年に亡くなってしまったのですが、今でも駅舎には大きくわさおの写真が飾られています。癒されますね、この笑顔。わさおはもともと野良犬だったんです。鰺ヶ沢の海岸を痩せ細ってご飯ないかなと歩いていたところ、町の人がこのままだと海の家の魚が狙われてしまうということで保健所に電話しようとしていたところ、通りかかったのが鰺ヶ沢の駅前でイカ焼きのお店をやっていた菊谷節子さんという方でした。いや、それは見てられないってことでわさおを保護して大事に名物犬として育てたんですね。節子さんはそれまでも捨て犬を十数頭ずっと飼ってきたと。でも犬の面倒をしなければいけないから、もう何十年も温泉にもどこにも行けない。だからもう私も残りの人生短くなってきたから犬飼うのはやめようと思ってたところに現れたのがわさお。もう見ていられなかった。もうこれもご縁だということで引き取ったそうなんですね。節子さん2017年わさおが亡くなる3年前に亡くなられているのですが、その翌日からね、わさおは普段は吠えないんだけれども店の前で吠えながらそわそわとしていたと当時の関係者の方は語っておりました。現在は2人とも天国へ旅立たれたわけなんですけれども、あっちの世界でもね、大きな海原一緒に走り回ってますかね。五能線の醍醐味、日本海。ここから先はしばらく日本海側に沿って走ります。遠くに風力発電の機械が見えてくると、海が近づいてきたんだなって思えますね。もう少し走ると千畳敷という青森県の景勝地があるのですが、そちらではリゾート白神号から降りて周囲を散策することができます。お客様にご案内いたします。まもなく千畳敷海岸が見えてまいります。この千畳敷海岸は江戸時代の地震により海底が隆起した岩棚が古代に続いております。次に止まります千畳敷駅では千畳敷海岸の景色を列車から降りてご覧いただきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく
車にお願いいたしまして、どうぞ皆様散策をお楽しみください。16時14分の車でお乗り遅れのないようお乗りください。発車3分前になりますと起点機を3回鳴らします。16時14分の車です。千畳敷に着きました。ここで15分間散策できるみたいです。道路降りてもいいっておっしゃってたので、ちょっと外降りてみましょうか。すごいね、綺麗、涼しいですね。潮風が香ってきます。駅前には民泊もあって、防洋館ですか。ちょっとね、イガメンチしか食べてないんで、青森でお腹空いたな。売店とかあればいいんですけどね、なさそうだね。おお、今はちょっと東北のお祭りの時期でないんですけど、本当は五所川原からこの先の深浦まで売店のサービスがあったりとか、あとは語り部さんのこうイベントとかもね、時期によってはあったりします。わ、すごい。千畳敷、ここで青森ねぶた猟友会でね、仲良くしてくださってる方が、旧友ともう亡くなってしまった、私も一度だけお会いしたことある方と一緒に釣りをしに来て、ホッケを釣るともう100匹以上釣れるって言ってましたね、ここでホッケが。でそれをすり身にしたり焼いて食べたり、新鮮だと刺身とかできるって言ってました。お地蔵さんがすごい。カモメ、うわ、海猫だ。そう、海猫ね、ちょっと聞こえます、この鳴き声。ウェーウェーみたいな鳴き方するんですけど、多分それがこう海の猫みたいだから海猫って言われてると思うんですが、あの鳴き声がね、ちょっとなんとも、あとずんぐりむっくりなの見た目がね、ちょっと苦手なんですよね。怖い。あ、すごい、めちゃくちゃ潮風の海の香りがする。お、日差しも強いね。だけど涼しいな。これ今3時過ぎだから、もう東京だと40度とか超える日もあると思うんですけど、今ここはもう30ちょっとぐらいですかね。全然風が吹いてて涼しいですね。うん、海猫さんもね、気持ちよさそう。すごいね、こういう板のような岩がずらーっと並んでるんですね。あとお腹空いたんだけど、売店はないみたいだな。簡単なちょっと甘い飲み物でも探してみるかな。よいしょよいしょ。あ、クマに注意。ツキノワグマが相次ぎ人身被害も。あー、クマね、今どこ行っても出るよね。ちょっとこの旅で風邪が心配だったので、カフェインとアルコール禁止してたんだけど、昨日の夜アルコール飲んでも大丈夫だったから、久しぶりにカフェイン摂取しようかな。海見ながらコーヒー休憩なんていいじゃないですか。よし。はあ、このサイズで160円、結構するな。これでコーヒータイムです。つまみはないけど、お、すごい、海猫の鳴き声が鳴り響いている。あ、こう見るといい線路だね、本当にね。山に生えてるのは藤じゃないよね。
すごく綺麗な紫色のお花が咲いてるんですが、岩肌になんでしょうね。このディーゼルエンジン音、ハイブリッドですけどすごい鳴り響いてていい感じ。かつて津軽の殿様が畳を1000枚敷いて宴をしたと言われる、岩畳の海岸、奇岩奇跡が連なり波打ち際まで続く石畳と水平線が絶景、日本の夕日百選にもなっており、夕暮れ時はロマンチックです。これ五能線では面白いのが、全部の駅にこうやって名所がね、可愛らしいイラストで描かれていて、今どこですよっていうこういう地図もねあるんで、見やすいんですよね。こう青森から来てこの津軽半島の方をぐーっと突っ切る形で今ここまで来ました。大きな汽笛を三度鳴らして千畳敷を出発。1700年代に起こった地震による隆起によってできたこの千畳敷、この地形を非常に珍しがった津軽藩の藩主がここにたくさんの畳を敷いて宴会をしたことから千畳敷と呼ばれるようになりました。その時代は特別な場所で一般の住民は立ち入りできなかったそうです。本日はお日柄もよろしく、遠くの方まで日本海を眺めることができました。付近には民宿だったりお土産物屋さんもあります。ライダーの方もねたくさんいらっしゃってましたね。観光バスも止まっていました。この先もずっと日本海側に進むのですが、千畳敷以外にもたくさんの綺麗な絶景を眺めることができます。ここで千畳敷海岸で購入いたしましたカオルブラックいただいていきましょう。ブリ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 っと、この開け方いつも変わってますねって言われるんですけれども、そこにアイデンティティを感じています。鼻に吹き抜ける千畳敷の香り。お値段160円。昔これ160円しましたっけ、このサイズのこの缶の飲み物って。まあ物価上昇がね耐え難い物価上昇がすごい今日この頃ですけれども、そんな日本で私は今日も強く生きていく。深浦町を走行中、車窓に見えるのは弁天島。そこには鳥居崎灯台が立っています。弁天島に鳥が止まっているように見える石があるから、そういう名前が付けられたんだそうです。風に合うに瀬と書いて霞相瀬漁港を過ぎたところなんですが、あちらでもねヤリイカがたくさん水揚げされるそうです。この辺りは焼きイカ通りなんていう道があるくらいイカがたくさん取れる場所なんですね。日本海を走行していると少し入り組んだ形をしていて、小さな漁港をたくさん見ることができます。こちらは等々力漁港、アジとかウミタナゴがよく釣れるらしいです。ちなみに JR 五能線では等々力駅のすぐ近く、先ほどの霞相瀬漁港は霞相瀬駅のすぐ近くです。一つの駅に1個漁港があるっていうのもこちらの地方ならではだなと思います。そして若干位置が変わっただけで釣れるものも変わってくる、釣りも奥深いですね。小さな漁港で少しアクセスが悪いことから遠方から来られる方は少ないみたいなんですけれども、地元の方には慣れ親しんだ釣り場だとのこと。大きく開けた漁港も見ていて迫力があって面白いんですけれども、こういうね地元に根付いた漁港を見るのも旅している感じがあって私は好きです。トンネルを抜けると鮮やかな日本海越しに見えるパキッとした緑色の田園風景。私五能線の中でここのシーンが一番印象に残っています。現在過ぎるのは奥入瀬駅です。
実は青森県の中に奥入瀬って地名2カ所あって、観光地で有名な方の奥入瀬はもっと内陸側、十和田湖付近の奥から始まる感じの奥入瀬ですね。こっちは追っかけるの方の奥入瀬。これから越えていく奥入瀬川、日本海に注ぐのですが、内陸の方の奥入瀬川は太平洋側に注ぎます。ひたすら沿岸部を走っていた五能線が400メートルくらい内陸にぐっと入り込む線路なのですが、これがまたね新鮮で、遠くに見るゴツゴツとした岩肌、そして日本海につながる奥入瀬川、手前にはパキッと綺麗な田園風景が広がる。民家もポツポツとしかない。まるで日本の原風景を見ているようで、私の魂が揺さぶられる感覚でした。これはカメラ回さなければ、とっさに私の指が動いていました。奥入瀬の町を後ろに眺め別れを告げます。この辺りに五能線転落事故慰霊碑というものが立っているんですが、1972年列車の脱線転落事故が起こり、機関士の方1名が亡くなられています。原因としては繰り返す高波によって線路の脇を囲っていたブロックが倒壊、そしてそこを乗り越えてきた波が線路下の盛り土を侵食したことによってガタッと転落してしまったんですね。沿岸部、そして豪雪区域を走る路線というのはより一層管理が大変なんだなと、日々の補正員の方々のお仕事に感謝しつつ、鯖江の5万円のサングラス越しに今日あるこのありがたい風景を眺めます。千畳敷と同じくこちらの雪合崎海岸も地震の隆起によって誕生した奇岩奇跡が連なり、名勝として津軽国定公園に指定されています。ここでちょっと面白い岩見てみてください。これアップしてみるとめっちゃ鷹の形に見えませんか？鷹の岩と呼ばれているそうです。まもなく深浦駅に到着。ここでもホーム向かい側にリゾート白神最後の編成青池が止まっておりました。青池というのは白神山地の中にあるコバルトブルーに輝く神秘的な池のことなんですが、透明度が非常に高く、その底に横たわる朽ちたブナの木まではっきり見えるくらいだそうです。深浦駅の看板には北前船の風町港として栄え、由緒ある寺などで歴史巡りができる。奇岩怪石が連なる海岸は見どころと書いてありました。そう、こちらの深浦駅にも駅を出てすぐのところに深浦漁港という大きな港があるんですが、かつては日本海側をぐるっと回っていた北前船がここの港に立ち寄って、風の向きが進行の妨げにならないまで待って再び船を出すという歴史があったんですね。先ほど雪合崎という地名通ってきましたけれども、あれも北前船が行き合うことからその地名になったんだそうです。北前船の説明はこの間新日本海フェリーに乗った時詳しくしているので、こちらの動画見てみてください。ちなみにリゾート白神、前日の14時くらいまでに予約をしておけば駅でお弁当を受け取ることが可能です。確か秋田駅、能代駅、ここの深浦駅で可能だったかと思います。列車はウェスパ椿山駅に到着。名前の通りめちゃくちゃ新しい駅で2001年に開業しました。当初はリゾート白神しか止まっていなかったんですけれども、後に普通列車も止まるようになりました。奥にコロポックルっていう館があるんですが、今ではね物産館として営業しているんですが、かつてはこの駅一帯が観光施設となって、なんとスロープカーを利用して高台の展望台まで行って辺りを見渡せたそうです。ただね、コロナの影響とかで2020年に閉館となってしまいました。ちょっとあの様子見ていると、昨年訪れた広島のスカイレールをね思い出しました。これまだ営業していたら結構面白い乗り物だったんじゃないかなと思います。1995年バブルの波に乗って開業したウェスパ椿山なのですが、閉館した後にここを再び蘇らせてくれるような民間事業者を深浦町は探していたんですけれども、施設も老朽化しているということもあって徐々に解体が進められていくそうです。これも時代の流れですね。深浦町をぐるっと回りまして、目の前に見えているのは岩崎漁港。
ここにも先ほどの川瀬漁港と同じように弁天島と言われる島があるのですが、この名前がついた島、日本各地にあるんです。あなたの住んでいる近所にもあるかもしれません。由来は七福神の一人の弁財天という女神様がいるんですけれども、そちら水神様としても知られていて、海難事故などを避けるという願いも込められて、各地にこういう名前が付けられたそうです。同じ類でいくと恵比寿岩っていうのも日本各地にありますよね。この恵比寿様も七福神のうちの一人で、鯛をねこう抱えているのがビールのパッケージとかでも印象的かと思うんですが、こちらは豊漁の神様、大量にお魚が取れるという意味合いで付けられているそうです。列車は間もなく12湖駅に到着。12湖というのは白神山地西部に位置するブナ林に囲まれた33個の湖や沼の総称。こちらも1700年代に発生した大地震で山崩れによってできたものと言われています。なんで33個あるのに12個という名前が付けられたかというと、崩れた山から眺めると12個に見えたからだそうです。ややこしいですね。ちなみに33個の中で一番美しいと言われているのがリゾート白神の名前にもなっている青池です。12湖駅から歩いて1時間くらいで行けます。軽めのハイキングにおすすめです。水平線に一隻の貨物船が浮かんでおりました。なんだか久しぶりに大きな船を見たような気がします。ここでこのようなアナウンスが入ります。お客様にご案内いたします。まもなくこの線の中でも素晴らしいと言われております絶景ポイントを通ります。ここではごゆっくりご覧いただけるよう速度を落として運転いたします。車窓から見る広大な日本海の景色をお楽しみください。そんなにおすすめされちゃバッチリとこの目で見ましょうよってことで、サバエの5万円サングラスをセッティングしっかりと見ていきましょう。リゾート白神はこのポイントで徐行をして景色を楽しませてくれます。走行するのは大間越海岸。こちらにも奇岩奇跡がゴロゴロと転がっておりまして、日本海の力強い景色を堪能することができます。かつては大間越街道が引かれておりまして、もう少し進むと秋田県との県境なのですが、ここには大間越関所が置かれておりました。ほぼ現在の五能線と同じルートで敷かれていた大間越街道は津軽藩の大名行列に使用されていました。1600年代に青森県の内陸部を通る宇州街道、現在の奥羽本線に沿うような形で敷かれる道が整備されると、メインルートはそちら側に移ったのですが、それまでは先ほどの深浦町などにも宿場町が置かれ、沿線は非常に賑わっていたそうです。かつて江戸時代、津軽藩の大名様もこの絶景を眺めていたわけですね。秋田県最初の駅、岩館駅に到着。秋田ってこの館って文字がついた地名が非常に多いんですよね。角館、大館、岩館、他にもたくさんあると思います。地名ってその土地の歴史に関係することもあるので、この辺りやっぱりお屋敷が多かったんでしょうかね。この辺りにはかつて銀山があって、江戸から明治時代にかけてはたくさんの銀が産出されたそうです。最も盛んな時期には年間 5000kg の銀を産出し、一つの銀山としては日本で一番だったそうです。秋田白神駅に到着。駅舎にあるパターゴルフの文字に目がいってしまいますが、ここ駅前でたくさんいろんな体験ができるみたいです。白神山地って青森と秋田にまたがっていてかなり広範囲なので、白神山地の玄関口的な意味合いを持つ駅名が多かったりするんですけれども、ここもまたその一つなんですが、駅周辺に施設が集まっていてかなり楽しめそうです。駅前には温泉施設があったり、軽めのトレッキングツアーやシーカヤックなんかのツアーを組んでくれるところもありました。ホテルも併設されているので1日遊べそうです。そして大きなハタハタという看板が秋田までやってきたんだなと感じます。秋田でよく取れるお魚なんですが、ハタハタ寿司っていうのも有名。お寿司といっても切ったハタハタに米麹とかをまぶして発酵させたちょっと独特な郷土料理なんですけれども、ハマる人にはハマる味だと思います。日本酒のあてには最高です。小
賀半島の付け根のあたり日本海へ向かって流れるのが米代川。かつて男鹿半島陸続きではなかったんですけれども、米代川と反対側の雄物川の堆積物がずっとつながって陸続きになったんだそうです。そして米代川流域には鉱山が多いんですが、そこで採れた鉱石はこの川を利用して船で運ばれていたそうです。前回の動画で大館駅のあたり小坂鉱山がかつてありましたとお伝えしたんですけれども、そこで採れた鉱石もこの米代川を使って運ばれていました。あっという間に能代駅に到着。終点秋田はもうすぐそこです。能代駅のホームにはバスケの文字がたくさんあって、なんとホームにこのゴールが設置されているんですね。これは付近にある能代工業高校がバスケの強豪校ということに由来しているそうです。ちなみに有名なバスケットボール選手の田臥選手の出身校が能代工業です。能代駅を出発。何やらね、駅の向こう側が騒がしかったんですよ。よく見ていてください。大きな提灯みたいなねぶたみたいなのがまた見えてきます。本日8月6日、ここ能代もまたお祭りでした。名前はねぶ流しと言います。秋田館と青森ねぶたと同じように、その原型は旧暦の七夕の少量流しと言われているんですが、能代のねぶ流しはさっきの大きなねぶたのようなものを街中練り歩いて、最後に米代川の河口に持っていき、川に流してその上で燃やすんですね。非常に幻想的なお祭りです。たどれば発祥は同じでも、ところ変わればその形は全く違うものになる。祭りを通して地域が歩んできた歴史、それまでに人々がどうやって関わってきたのかを知れる。その土地を知る上で非常に良い教材となっています。東能代駅に到着。ここで奥羽本線に接続します。進行方向が変わりますので座席の回転をしておきましょう。ここで気になるのが、なぜ奥羽本線に接続する主要な駅が能代駅でなく東能代なのか。ここに五能線の歴史の始まり、秘密が隠されております。能代の中心街はねぶ流しがあった能代駅なのですが、米代川などの地理的事情で直接奥羽本線をあそこまで伸ばせなかったんですね。なので現在の東能代から能代までは奥羽本線の支線という形で最初に線路が敷かれました。一方、青森県側においても私鉄の陸奥鉄道が奥羽本線に連絡する鉄道を川辺から五所川原間に開業していたんですね。その間をつなげるような形で鉄道省が鉄路を敷き全通したのが五能線なので、地図で見るとちょっとね、五所川原のあたりカクってなってるんですけれども、これは陸奥鉄道が敷いていた時代の名残です。後に陸奥鉄道国に買収されるんですけれども、その時受け取ったお金がめちゃくちゃあったっていうことで、新しい鉄道施行っていうので誕生したのが津軽鉄道なんです。つながりを感じます。車窓には美しい夕暮れ、そして響くこのチャイム。画面の前のあなた、5時間9分の旅、一緒に感想ありがとうございました。全然長く感じなかったですね。見どころたくさんの列車でした。お疲れ様でした。5時間5能線の旅、リゾート白神、楽しかったです。もう東北の夏をね、この2日で満喫できた気がします。で、秋田涼しいね。全然暑くない。はい。で、今日はまたね、秋田に1泊です。で、一昨日泊まったホテルメトロポリタン、同じところに宿泊ですね。で、実は今日秋田関東最終日なんですよ。そう、ギリギリね、お祭りの日に行って帰ってくるという結構難易度高い旅をしておりました。で、今日18切符で来たんですけど、18切符のありがとうございます。お世話になります。頑張ってください。映ります。ちょっと本当ですか。映りますか。させてもらって映ります。いや大丈夫。撮って今ちょうど撮ってる。ありがとうございます。そう今日青森からねぶた終わって、はい、
そうですね、関東でこれ同じです。同じ、そうか、楽しまれてください。声かけてもらっちゃった。今回の旅もね、めっちゃいろんな人にお声かけいただいて嬉しい限りです。はい。で18切符は、1日の料金が2410円とかで、このリゾート白神全区間乗ると乗車3500円くらいかな。だから1000円くらい得するような感じなんですが、はい、それでも元取れたから OK です。ツアー客でずらっと、皆様お疲れ様です。はい、五所川原もね、ちょっとまた行きたいですね、改めてね。ということでお疲れ様でございました。今日もメトロポリタンのホテルなんですけど、なんか昨日とは違う別館に案内されて、作りがねすごいのよ。多分新しくできたのかな、こっちの方がすごく綺麗。はい、こんな大理石調の広々とした洗面所で、ロッカー広すぎないか、ロッカー。ちゃんとパイル地の素晴らしい綺麗なスリッパもついていて、充実しすぎなんですけど、ちょっとおい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 って感じなんですが、素晴らしいです。綺麗。この大好きネスプレッソついてるのも最高じゃないですか。照明もお綺麗ですし、そして眺望はどないなもんかいな。綺麗なんじゃない？これはさすがに関東の会場は見えないけど、1日目に泊まったところよりもね、だいぶ眺望はいいですね。はい、ありがたいです。よろしくお願いします。で、ちょっとお腹がちょっとというか、かなりお腹空いて、今日イガメンチしか食べてないからお腹が空いたので、ちょっと秋田駅前で秋田っぽいものを食べに行きたいと思います。関東祭りもまだ最中なんですけど、ちょっとね歩いてね、結構15分20分くらいかかる場所が会場で、めっちゃ混んでるんで、明日もちょっとね朝早く移動したいなと思っているし、まだちょっと撮影続くので、今日はちょっと休養ということで秋田駅でご飯食べてゆっくり休みたいと思います。それではご飯食べに行きましょう。これは大曲の花火をイメージした組子細工らしい能代市の大英木工さんの作品ですね。今日能代もお祭りだったみたいですよね。途中ね、来る時に能代の駅前に大きな立ちねぶたの小さいバージョンみたいなのがあって、リゾート白神乗ってる時にね、でそこからお兄さんたちがわーって提灯持ってる人が手振ってくれたんで、もう各地域で本当に東北はこの週末お祭りなんでしょうね。はい、まだまだ知らない日本の文化がねたくさんありますよ。駅前のザっていう感じの秋田きりたんぽ屋、もう名物きりたんぽ鍋、しょっつる鍋、はたはた、稲庭うどん、純菜チョロギとか一応網羅されてるんで、あそこ行ってみたいと思います。駅前なんでね、ホテルからも近いしゆっくり休めそうなんで、今回はここで。また秋田のおすすめあったら教えてください。画面の前のあなた。すごい。お邪魔したのは秋田駅前にあるきりたんぽ屋さん、ザ観光居酒屋みたいな感じだったんですけれども、まあいいかとあんまり期待せず入ったところ、めっちゃ雰囲気あるやん。本当に昔ながらのお家の土間を再現している演出。これはちょっと中も面白そう。本物の氷が置いてあったの、これ偽物なのかと思ったけど、冷やすために置いてあるのかな。すごい雰囲気良かった。
店内も雰囲気ある古民家の今に通されたような気持ちになりました。そして突き出しはこちらの2つ、右がカラスミの何かだったかな、秋田名物だったような気がします。ごめんなさい、覚えてなくて。で、本日の酒っ子の魚っ子メニューがありましたので、秋田の郷土料理ニシンの切り込みといぶりがっこチーズ、そしてやっぱり日本酒いっちゃいましょう。米どころですからね。千歳盛り、一応人気ナンバーワンを選んでみました。千歳盛り、はい、ありがとうございます。結構入りますね。そうですね。危険だな。ありがとうございます。これ飲み方の正解ってあるんですか？このまま一度口をつけていただいて、少しグラスが減りましたらグラスを持っていただいて移動させていただきます。なるほど、わかりましあた。とはこちらマスごと飲んでいただいても構いませんし、マスから外していただいて飲んでいただいてもわかりました。ありがとうございます。本日の料理長一押しですね。こちら岩がこちら生と焼きどちらもご提供可能でございます。ラストのお一つとなってあとですね、こちら石餅、石餅、はい、こちらですね、こちらの塩焼き、あとこちらのかぶとですね、サーモンタイ、こちらがサーモン、こちらがタイでございます。でこちら石餅、こちらがかぶとのサーモンタイでございます。どちらもですね、大葉の粗塩を使用いたしまして、塩焼きでご提供させていただいております。じゃあ石餅、石餅で、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。野菜が手元にいたしました。ありがとうございます。さすが人気ナンバーワンの純米大吟醸千歳がかり、柔らかな口当たりと芳醇な香りが鼻の中にぶわーっと駆け抜け、脳みそでは稲穂がそよそよしておりました。そこへ登場したのがニシンの切り込みといぶりがっこをここでバナーで炙っていただきます。すごいいいお店ですね、ここ。はい。秋田2回目なんですけど来る。はい。あ、そうですね。今日最終日ですよ。今日最終日、まあその最中に飲みに来てるんですけど。ありがとうございます。大変お待ちください。はい、ありがとうございます。失礼します。秋田名物といえばこれを思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。いぶりがっこ。近年ではこの間にクリームチーズを挟んだおしゃれな食べ方も流行っているので、このいぶりがっこっていう名前を聞いたことある方だけでも多いんじゃないかなと思います。コリコリと塩味が効いた大根にまろやかなチーズ、これは日本酒にぴったり。いぶりがっこのいぶりはいぶしたという意味で、がっこは秋田で漬物という意味らしいです。雪が多く冬の長い秋田で保存食として古くから親しまれ、いろりの煙や熱でいぶすことによってその保存性を高めたそうです。またしっかりと塩を揉み込み水分を抜くことで腐らないようにしています。続きましてニシンの切り込み。こちらも北海道や東北地方寒い地域で古くから食べられている保存食。ニシンと麹、塩を配合して漬け込んで発酵させた食べ物です。ちょっとね、ヨーグルトっぽい風味が感じられます。かなり塩味は強い。これまた日本酒が進んでしまう。はたはた寿司もこういう感じの風味だったかなと思います。いっちゃいましょう。味噌漬け、たんぽ焼き。
このメニューの端にマタギの写真が貼ってあったんですけれども、これは秋田の内陸部で主に狩猟を生業としている方たち、かつてはたくさんいらっしゃったんですけれども、今ではね十数人くらいに人数は減ってしまっているそうです。その方々も狩猟に行く際に携帯食として持ち歩いたたんぽ焼き、想像以上のでかさにびっくりしてしまいましたが、勢いよくかぶりつくこの周りに絡んだ甘いタレ、味噌も絶品です。結構カリカリに焼かれていて、口内怪我しそうなぐらい硬かったんですけれども、そこはもう日本酒でふやかしながら食べればいいでしょう。刺激は強い方がお好みなんでね、このプロ派たちもうガツガツに口内傷つけるぐらいの硬さでありがたいです。やってまいりました。石餅の姿焼き、贅沢に丸々1尾を一人でいただけます。骨までしゃべり尽くせ。石餅の正式名称は白口といってスズキの仲間なんですが、白口の頭の骨の中に平均感覚を司る耳石、耳の石と書いた臓器がありまして、それがね結構大きくて目立つことから石を持っている石餅と呼ばれるようになったそうです。東北以外にも日本海側でよく取れるお魚だそうですが、この調理に使われていたのが男鹿産の粗塩です。地元の食材をたっぷり使ったお食事、口いっぱいに広がるこの塩味、とにかく塩辛いっていうのが東北地方の食のね特徴かなと思うんですけれども、それも雪深いこの土地の冬を乗り越えるための古くからの知恵、そしてこの塩辛さにね日本酒がまた合うんですわ。バクバク進んでしまいます。お魚も白身がホクホクとして脂が乗っていて、いい意味でさっぱりしている、くどくない脂でしたね。このねきりたんぽがかなり噛み応えがありまして、口の中でふやかすまでめっちゃ時間がかかるんですね。口輪筋を鍛えられるというか、顎の発達に良さそうだなと、しっかり噛み締めながらお米の甘みを味わっておりました。そして壁に目をやると、マンズメーカーズのハイボールにて乾杯といたしましょう。マンズってこれ秋田弁かと。群馬にもね同じ言い方するんですけれども、我が地元群馬県ではマンズっていうのは何て言うんでしょうね、本当にもうみたいな意味合いなんですが、秋田だとマンズはまずって感じになるんですね。左のオクラ、こちらの天ぷら、ナスの味噌田楽、こちらあとトロス、こちらなんですけれども、まず郷土メーカーが2種類ですね。揚げ干し餅、お餅をこして揚げたものがついてますのと、焼きたもろこしっていう東ですね。こちらが郷土メーカーでございます。おすすめ、お姉さんのおすすめは？おすすめはやはり郷土餅、焼きたもろこし、それから揚げ干し餅はぜひ召し上がっていただきたいですね。揚げ干し餅いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？じゃあちょっとせっかくなんで2つ。はい、じゃあこちらありがとうございます。ありがとうございます。ここでお隣のお客様がきりたんぽ鍋を注文されていたんですけれども、その注文が入ると一つ一つ具材の説明をしてくださるんですね。なんか申し訳ない、隣にいたんですけれどもご一緒にどうですかっていうことだったので聞かせていただきました。ありがとうございます。まず中に入っているのが大きなたんぽ、うるち米を半殺しにして杉や竹に巻きつけて焼いたものです。この半殺しっていうのがね、半分潰すっていう意味ですね。でこのたんぽの棒を切るからきりたんぽって言われるんですって、初めて知りました。そして上の黄色い2つのこれ卵黄じゃなくて金柑と呼ばれていて、まだ鳥のお腹の中にいる状態の卵だそうです。それにつながる卵柑も一緒に入っています。そして比内地鶏、糸こんにゃく、舞茸、ネギは秋田ブランドの美人ネギと呼ばれていて非常に香りが高いそうです。そして最後にセリっこ、
このセリは馬の鼻息がかかれば食べれると言われているそうで、それほど火が通りやすいって意味なんですって。だからお鍋の最後にパッと入れて風味付けを行うみたいです。これ地域や提供するお店によって中に入ってくる具材変わってくるんですけれども、もともとはマタギの方々が山から帰ってきた時に採れた比内地鶏とか山菜とかを鍋に入れて食べたことが始まりっていう説もあるみたいです。ここでまた面白い演出、秋田なまりによる紙芝居できりたんぽ発祥の由来について説明していただきました。きりたんぽ鍋誕生の話ご説明いただきます。こちら秋田弁が少々入っておりますので、わからない言葉がありましたらぜひ言ってください。それでは行かせていただきますね。ではきりたんぽ鍋の話こへるから最後まで聞いてけれな。ある日、秋田の山の中で木こり型考えで杉の小枝さままくっつけてそれどご焼いて食ってらどあまり巡って鍋っこさへ木のごとだと一緒に見て食ってみたど。そうしたっけ山の中さ南部藩の大名行列があっただど。この様がそのいいかまりに木こり型どご呼んだど。きりたんぽ鍋の発祥には諸説あるんですけれども、こちらの紙芝居によれば昔々山の中で木こりがこの鍋を作っていたところ、南部藩の大名行列で通りかかったお殿様があんまりにもお鍋のいい香りがするもんだから一口くれてみてくれないかと。そこで召し上がっていただいたら、うわめちゃくちゃ美味しい、この鍋なんて言うんだ、特別名前がなかったから木こりたちどうしようと思ったところ、パッと見た先にたんぽやりというものがあったんですね。なのでこれはたんぽやりに似てるからたんぽ鍋と言うんですよっていうことで今この形になったそうです。でたんぽっていうのは短いガマの方をたんぽっていうらしくって、その形に似てるからっていう話もあります。それからこの鍋っこはきりたんぽ鍋と呼ばれるようになったの。ポッピンパラリのプーというお話でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。こちらお話の内容をご理解していただけた。めでたしめでたしトッピンパラリのプーってことで、この最後の文字も実は秋田から来てるんですね。昔紙芝居の移動劇とかあったじゃないですかって、そんな時代結構昔だと思うんですけど、母鉄とかはね水飴とかもらいながら紙芝居聞いてたらしいんですけれども、この最後の決まり文句も秋田が発祥なんですって。トッピンが突拍子もない話、パラリがパラパラと本をめくる音から今では昔の話、プーっていうのがプププっていう笑い声で3つ合わせてトッピンパラリのプーらしいです。楽しかったです。あ、いいですか？やった。あ、こっちで。こっち。あ、すごい。うわ、本当だ。めちゃめちゃ作ってるじゃないですか。どうぞ取りました。はい。ありがとうございます。すごく楽しかったです。どういたしまして。秋田きりたんぽ屋でございます。ありがとうございます。なんぼです。またお願いします。一緒にインカメですよ。きりたんぽ屋さん。めっちゃ楽しかったです。すごい楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。ごちそうさまです。いいお店だった。楽しかった。楽しかった秋田。最終日の関東は見られなかったというか見なかったんですけども、ちょっと酔っ払ってしまいました。千歳盛りに。だけどいいところでしたね。楽しかった。祭りだけじゃないですよ。やっぱり食も含めて文化を知るっていうのはね、いいことです。秋田の夜お疲れ様でした。ということで皆さんおやすみなさい。かがでつでした。また明日。